どうも島岡です。ペットのミショだよ。今回も2026年春アニメ。とりあえず1話見てみたシリーズの5回目だ。概要欄に各作品に飛べるリストがあるよ。最初は大きい女の子は好きですか？僧侶枠の5分アニメ。初回、出会ってデートしてベッドイン。早いねー。気持ちの良い速さだ。背の高い女の子と背の低い男の子のカップル。昭和オタクとしては、ザ・カボチャワインを思い出した。しかしそこは現代。主人公のソウタ君は面倒見の良い物腰柔らかな男の子だ。見ていて微笑ましいので継続すると思う。次も、5分アニメ。マリカちゃんの好感度はぶっ壊れている。両思いなのに5回ですれ違う高校生男女のラブコメ。よくあるね。普通じゃない要素は、主人公の彼方には自分に対する好感度メーターが見えること。じゃあそれを上げればいいんだね。意中の彼女のメーターは、底が割れて中身が漏れ出ている。すごく嫌われている。違うんだ。オチとしては好感度が高すぎてメーターが壊れていたんだ。なんだー。しかしメーターは縦型なんだから。好感度高すぎて壊れるなら上部が壊れているべきなんじゃないかと突っ込まざるを得ない。まあ、それは置いておいてもストレスもなく気軽に見れる作品だと思う。次は、ゴーストコンサート。ミッシングソングス。コンサートシーンから始まったので、普通にアイドルが成功するまでの話かと思いきや、霊体質の女子高生が霊と歌って戦う話だった。シンフォギアみたいな？あそこまで壮大な雰囲気ではない気がするんだが、どうだろう。近未来設定なんだが、何か危険があるらしく人間は歌うことを禁止されていた。その辺気になるが説明は次回かな。地味に渋滞を知らない世代になっていて、そういう常識の更新に現実味があった。自分が子供の頃はタバコはどこでも吸えて、喫煙場所がこれほど制限されるなんて思いつきもしなかった。そんな感じにこれからも今ある常識が更新されていくんだろうな。主人公の友人が怖がって逃げてしまったのは結構かわいそうだったが、同じ立場だったら逃げないまでも話し合ってから距離を取るだろうな。次は、こめかみ、ガールズ。最初は現代に暮らす、お米の神様の娘たちの日常作品かと思ったのだが、違ったの？違くはないのだが、なんか思ってたのと違った。最初は、四女の光がライバルとチャーハン対決をするくだりからなんだが、結局対決はうやむやになり、美味しいチャーハンの作り方講座が始まる。料理アニメだ。そうして15分足らずで終わった。15分アニメなんだなと思ったら、ミニコーナーが始まった。ミニコーナーが終わったら、終わったら？ミニコーナーが始まった。何を言っているんだい？ありのまま、今起こったことを話すぜ。ミームはいいから。そしてそのミニコーナーが終わったら、まさか。そう、またミニコーナーが始まった。変わってるね。つまり、前半、本編、後半ミニコーナー3本立ての構成なんだ。構成だけじゃなくて、作りも。なんというか、上手いアマチュアが作ったみたいなこなれてなさを感じる。後半ミニコーナーは、姉妹2人ずつによる教育番組っぽかった。これは自分向きではないので、1はギリかな。次は、自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。タイトル通り悪役令嬢ものなんだけど、今回は視点が違う。誰の視点？これもタイトルにある通り、悪役令嬢の婚約者である王太子だ。この王太子、セシルの幼少期から始まり、婚約者候補として悪役令嬢が出てくる。これまでのテンプレ悪役令嬢が、男側から見るとこうだったのか、とわかる。テンプレが、ひとひねりを聞かせたことで鮮度を取り戻している。でもこの女の子は、マッドエンド回避しようとしていないよね。そうなんだ。悪役令嬢を全うしようタイプはあまり共感できない。ゲーム愛とかヒロインが好きとか理由はあっても、自分が不幸になるために危機として行動する気持ちはわからない。まあコメディだから深く突っ込まないでおく。次は、女神、異世界転生何になりたいですか？俺、勇者の肋骨で。タイトル長い。定番の転生ものの設定をいじっている系のナンセンスコメディ。だいぶ気をてらった作風だった。異なる3種類のアートスタイルが同時に動いている。すごい違和感。アートスタイルの違いといえば、窓マギを思い出すが、あれは魔女の得意さをアートスタイルの違いで表現していてハマってたと思う。この作品は世界の違いをアートスタイルの違いで表現したんだろうけど、単にインパクト重視な気がしないこともない。どっちなの？実際その違いは確かに面白かったし。個人的には、神々のアートスタイルは好みじゃないんだが、肋骨の勇者世界の方は割と好きだった。ちょっと短美だよね。基本的にシュールでドタバタラグ要素もあるので、深いこと考えずに楽しめば良いのかなと思う。深読みできる要素があったりして。深読みできる考察力が欲しいものだ。最後は、ライアーゲーム。有名だよね。ドラマやってたのは知ってたんだが、内容は全く知らなくてな。女子大生のなおちゃんは、バカ正直と言われてるくらい素直なんだが、どう考えても騙される展開なのは誰が見てもわかるから、
序盤見ながら、早く騙されて早く挽回しないかな、とやきもきしっぱなしだった。せっかちだねー。正気が見えて終わりだったんだが、なおちゃんを騙した藤沢が、ギャフンというところまで見たかった。詰め込みすぎになっちゃうでしょ。あと、なんか全員、顔が長い。はいはい。そんなわけで、今回はここまで。変わった作品が目立ったね。だな。それでは、また次回。またねー。